こんにちは、アニチャンネルです。今回は仕事も人間関係もすべて面倒くさいと思った時に読む本です。著者は心理カウンセラーの石原和子さん。何もする気が起こらない。何をやっても面倒くさい。そんな状態になっているあなたに読んでもらいたい本です。では早速見ていきましょう。心の疲れは肉体的なものとは違い、形に現れないため、つい無視をして無理を重ねがちです。どんなに心に疲れが積もっていても、まだ大丈夫だ、などと自分を叱咤したり、頑張らなければならないと思ってしまい、つい頑張ってしまうのではないでしょうか。けれども、そうやって頑張っているうちに、だんだん心の疲れが積もっていけば、もう嫌だ、何も考えたくない、という気持ちになるでしょう。さらに、何もかもめんどくさいという状況になっていくとしたら、それは、鬱っぽくなっているサインだと言えるでしょう。このような、まだやれそうな気がするというのがくせ者です。本当のあなたは心の疲れが積もっていて、休みたいと思っています。にもかかわらず、どうしてあなたは自分のその思いを無視して、限界を超えるまで頑張って、自分を追い詰めてしまうのでしょうか。それは自分の休みたいという気持ちをあなたが思考で覆したり否定したりするというのが大きな理由の一つです。休みたいというのはあなたの正直な気持ちです。つまり、あなたの感情の欲求です。一方、まだ大丈夫、頑張ろうというのは思考です。休みたいという欲求を持っていても、あなたの思考が、でも頑張ろうという言葉を自分に投げかければ、その言葉によってなんとなくやれそうな気がしてしまいます。けれどもそれは、あなたの欲求をあなたの思考が覆したために、そんな気分になったに過ぎません。あなたの本当の気持ちをあなたの思考でごまかしてしまうのです。つまり感情と思考が戦っていて、思考が感情をねじ伏せてしまっている状態と言えるでしょう。ところが実際のところ、何もかも嫌になって放り出してしまいたいという状態になるまで自分を追い詰めてしまう人は、自分の感情と自分の思考の違いにすら気づいていない場合がほとんどです。やらなければならないと思うけど、なかなか体が動かない。このような兆候が現れて始めたときは、すでに心の疲れはかなり蓄積してしまっていると思ってください。しかし自分の気持ちや感情に気づかない人は、そんな兆候を無視して、さらに思考で、まだやれる、もう少しと無理に自分を動かそうとします。最近辛いと思ったのはどういう時でしたかと尋ねられた時、何もかも嫌になってしまいます。こう思った人は思考にとらわれているという印です。思考にとらわれていると、その思考によって生まれる感情に支配されてしまうので、一層思考と感情の糸に絡まっていってしまうでしょう。心に疲れが積もって何もする気が起こらないという時は、実は感情と思考の複合作用の結果などだということを情報として知っているだけでも、ああそうか、自分の思考がこんな気分にさせているのか、自分は否定的な考えを持っていたんだと気づくだけでも少し楽になっていくはずです。あなたが落ち込んでいる気持ちになっているのは、あなたが無意識に否定的な言葉を発しているからなのかもしれません。だからといってポジティブシンキングすればいいというものでもありません。肯定的な言葉であれば何でもいいというわけではないのです。どんなにポジティブな言葉であっても、自分の心に寄り添っていなければ苦しくなります。今の自分の心からあまりにもかけ離れた言葉は、心は受け付けず、場合によっては逆効果になることもあるのです。その言葉が自分の気持ちにそぐわなければ、自分の心に寄り添ってくれる言葉を見つけ出せばいいのです。例えば、今日は一日何もしないでおこう。こんな言葉をつぶやくと、罪悪感が湧いてくるという人はいませんか？そんな人は、そうか、一日何もしないでおこうと自分に言うと、私は罪悪感を覚えてしまうんだな、と声に出して言ってみましょう。どうでしょう？少し楽になった感じがしませんか？それは、その言葉を自分に投げかけることで、自分の素直な気持ちを受け入れることができたからです。あなたが今感じている気持ちは、もしかしたら映画を見ている時のように、あなたの考えが作り出した実体のないものかもしれません。
あなたはそれを自分の本当の気持ちだと勘違いしているだけなのかもしれないのです。多くの人が他人から認めてもらうことを望みます。そして相手がそれを満たしてくれないと愛情や満足は得られないと信じているかのようです。あなたが誰かに何かをしてほしいと思うとき、どんな気持ちになっているでしょうか。愛してほしい、認めてほしい、分かってほしい。このような自分の気持ちを声に出してみましょう。声に出すと感情に響きます。この時のあなたの意識は相手に向いています。あなたは相手に自分を満たしてくれるようにと求めています。これを他者中心の意識と呼んでいます。この他者中心というのは、自分の意識の目が相手に向いていて、相手に満たしてくれるように要求したり、相手の反応を伺いながら、相手の言動によって自分の行動を決めていく生き方です。このような他者中心の目で周りを見回せば、どのように映るでしょうか。街を歩けばみんな不機嫌な顔をして歩いている。会社に行けば上司の機嫌が悪い。家に帰れば家族に冷めた視線を浴びせられる。このような見方をしてしまえば、なんだか嫌な気持ちになってしまうでしょう。他人対自分という見方をすると、自分の存在が小さく感じられて、ますます心がしぼんでいくでしょう。またそうやって周囲に気を奪われていると、自分の気持ちや感情が失われてしまいます。そしてあるとき、ふと自分に目を向ければ、不安になっていたり、腹が立っていたり、諦めたりしている自分に気がつくでしょう。でもそれは生の感情ではありません。あの時、あの日、たくさんの過去に起きたことについて、不安になったり、失望したり、諦めてきた、たくさんの過去の感情の集積なのです。あなたにとって重要なのは、今起こっていることに対する、今の気持ちです。今、どんな感情を抱いているか、今が大事なのです。他人に目が向いていると、自分のことが置き去りになってしまいます。あなたにとって大事なのは、他人ではありません。自分の人生です。今自分がどう思ったか、何を言ったか、どんな行動をしたか。大事なのはあなた自身です。あなたは不安であることを認めることは、自分が弱い人間であることを認めることになると恐れていないでしょうか。でも、不安を抑えて隠していると、強い人間になれるわけではありません。今まであなたは自分が苦しくなっても何とか一人で頑張らなければならないと思っていました。でもそれは誰かに相談するのが怖いということが真相であったかもしれないのです。もしかしたら最後まで頑張れば強い人間になれると錯覚していたかもしれません。何かを頑張ってやり通そうとする姿勢は素晴らしいです。しかし最後まで頑張り通す忍耐力と人に対して自己表現できることとは全く別の能力だということを覚えておいてほしいのです。自己表現することを恐れている自分に気づいたからといって自分を責めても意味がありません。むしろできなくて当たり前なんだと自分を受け入れて、そんな自分をよくやってきたねとねぎらってあげることが第一です。過去の自分を受け入れる。そうすればだんだん自己表現できる自分になりたいという欲求が生まれてくるのです。先ほどもお話したように、相手の言動にとらわれている人は、自分の心が相手のことで占められているので、自分がどんな気持ちで人と接しているかということすら意識に上らないでしょう。自分の顔は見えないので、自分がどういった表情をしているのかもわからないでしょう。あなたがどんなに表面的に取り繕って他人に笑顔を振りまいていたとしても、あなたの意識はちゃんと相手に伝わっています。しかもあなたのそんな態度は他人から見ると、あなたが私を否定しているように映るでしょう。もしあなたが人間関係で何もかも嫌だという気持ちになるぐらい傷ついているとしたら、なおさら、あなたがそうやって人を遠ざけるのは、本当は私は人が怖いんだ。寂しいけど、人と一緒にいることの方がもっと苦痛なんだ。
ということを認める必要があるでしょう。そして、だから今はいいんだ。自分にとってこの方が楽なんだ。そんな自分を受け入れて、自分をいたわってあげてほしいのです。もしあなたが人と親しくしたいのになかなかうまく人と付き合うことができないということで悩んでいるとしたら、あなたは無意識のところでまだ人と親しくしたいと思っていないかもしれません。ここで知っておいてほしいことがあります。それはあなたの目から見て楽しそうに話をしているように見える人たちもあなたと全く同じ気持ちでいるということです。あなただけが例外ではないのです。ただ、ほんのちょっとあなたと違う点があります。それは少なくともあなたよりは今に焦点を当てられるところです。あなたは今よりも思考にとらわれ、他人にとらわれています。過去の傷ついた自分を思い出したり、未来のことを不安がったり、焦ったりしています。あれこれと考えることに疲れ果てて、もう嫌だという気持ちになってしまっている人もいるでしょう。けれども、あなたの目に映る楽しそうにしている人たちは、例えば一人でいたとしても、道端の花に目をやって、綺麗だなぁと感じる一瞬があったり、心が和む自分を感じたりしています。人と一緒にいるとき、人との間に壁があるような疎外感を感じていたとしても、その中にも自分に相槌を打ってくれたり、誰かの話が楽しいと感じたりする自分に気づいています。そうやって肯定的な今の瞬間に気づくことがあなたよりも少し多いだけなのです。自分の気持ちなんて誰も分かってくれない。そう思ったことはありますか？私たちは完全に一人で生きていくということはできません。孤独感を感じれば誰かにそばにいてほしいと思うでしょう。現代の社会では誰かがそばにいれば孤独にならないという点では安心できますが、それだけでは満足できません。私たちは根本的に人に愛されたいのです。愛されたいと願うから、私を分かってくれる人を求めます。孤独な人ほど誰かに認めてほしい、愛してほしいと求めます。愛されたいなんて思っていないという人がいるとしたら、それは自覚していないだけと言えるでしょう。自分の気持ちを誰も分かってくれないという人は結局、誰も私の思いに応えてくれる人はいないんだと諦めてしまったからなのかもしれません。ではここで改めて、認めてほしい、愛してほしい、こんな風に声に出して言ってみてください。どんな気持ちになりますか？今あなたが感じているその気持ちの状態が渇望です。あなたはそうやって分かってほしい、認めてほしいと渇望し、それを満たしてくれる誰かを求めています。では、その誰かとは誰でしょうか？その誰かがあなた自身であったことはあるでしょうか？あなた自身はどうでしょう？あなたは自分を認めてあげていますか？自分を分かってあげていますか？自分の心に寄り添っているでしょうか？例えばあなたがそんな気持ちになっているときに、誰かに、ああそうか、辛いのか、無理もないよ、そんな気持ちになるのはもっともだよ、そうか。こんな風に言ってもらうと、少し心がほっとするのではないでしょうか。その言葉を誰かに求めるのではなく、あなたが自分に言ってあげてください。これが自分を認めるということです。自分の心に寄り添うということなのです。生きるのもめんどくさいと思ったとき、自分を許してあげることから始めよう。身の回りに起こる嫌なことに対してマイナスの感情を感じる感度を鈍くしていけば、自分の心を傷つけないで済みます。叩かれても痛みを感じなければ、それに耐えることができるでしょう。あなたはそんなやり方で様々な状況を乗り越えてきました。感情を感じないでいることがある時期には有益な働きをしていたのです。だから、それを否定することはありません。あなたが第一にしてほしいのは、過去の私は
自分を守るために感情を感じないようにさせていたのだ。そうやって自分を守っていたのか、と自分を認めることです。認めるというのはどんな時も大切なことです。その上で傷つくことに鈍感になるということはどういうことを意味するのかを考えてみましょう。ある時、友人に声をかけたけども無視をされた。あなたは傷つきますが、感情が鈍感になっている時は自分が傷ついていることすら気づきません。そのため、まるで何事もなかったのように、あなたはそれをやり過ごします。本当のあなたは傷ついています。でもあなたはそれを自覚できません。このように自分が傷ついていることを自覚できないまま、それが積もり積もっていったら、どうなっていくでしょうか。最後はもう生きるのも面倒くさい。そうなっているのが今のあなたではないでしょうか。しかもそこには決定的な問題があります。それは自分の感情に気づかないため、自分が何に傷ついているのかわからないということです。感情に気づかないと何が起こっているのかわかりません。誰との関係でどんな時、どんなことで傷ついたのか、具体的なことがわからなければお手上げです。さらに不都合なことが起こります。例えばある時あなたはひどく傷つきました。ところが普段のあなたは自分の感情に鈍感になっているため、どうしたんだ？怒りがいきなり吹き出して止まらない。というふうに、あなた自身が自分の感情に驚いてしまいます。感情に鈍感になっているあなたが怒りを湧き立たせるぐらいですから、とても大きなことが起こったに違いありません。肉体的なことで言うと、少し体調が悪い、こんな状態の時にはまだ気づきません。ところが、いよいよ痛みが激しくなった時は、すでに手術が必要になるまでに進行しているという状態になっているということです。あなたは自分の感情を抑えてきたので、自分の感情に対処する方法がわかりません。対処方法がわからなければ、自分の感情に気づくことが一層怖くなるでしょう。そのために、さらに自分の感情を麻痺させていってしまいます。あなたは感情を鈍感にして自分を守ってきた。それを否定することはありません。それ以外に方法を知らなかった過去のあなたには、それが必要だったのです。ところが、それが今、あなたを何もかも面倒くさい状態にしています。でも、そんな状態になりながら、まだあなたが苦しいと感じているのは、どうしてだと思いますか？それは、そんな状態になりながらも、自分を取り戻したいと思っているからではないでしょうか。無意識のあなたが本当に望んでいるのは、自分を守ることと引き換えに失ったものではないでしょうか。失ったもの、それはあなたの感情です。とりわけ、プラスの感情です。感情に鈍感になるということは、プラスの感情にも鈍感になるということです。あなたが何もする気が起こらないという気持ちになるのは、嬉しい、楽しい、幸せだ。このようなプラスの感情に乏しいからでしょう。感情を取り戻すための第一歩として、自分の感情を受け入れることから始めてみましょう。しかし、いきなり自分の感情を受け入れるというのは難しいかもしれません。そこで、この受け入れるという感覚を呼吸で試してみましょう。受け入れるというのは呼吸で言うと、吸った息を十分に体の隅々まで行き渡らせてからゆっくりと吐くということです。今あなたはどんな呼吸をしていますか？浅く吸ってはため息をつくような呼吸を繰り返していませんか？適切な呼吸をしてみましょう。まず全身に力を入れて、そして一気に力を抜いてください。それからゆっくりと鼻で大きく吸って、ゆっくりと口から吐きましょう。それを5回ほどやってから普通の呼吸に戻りましょう。どうでしょう？心と体が少し楽になったのではないでしょうか。今のそのあなたの状態が自分を受け入れる感覚に近いものです。自分の感情を受け入れるというのは自分の感情を許すということでもあります。あなたはこれまで感情的になってはいけない、我慢しなくちゃいけない、弱音を吐いちゃいけない、
そのように弱い自分を否定してきました。あるいは戦う必要のない場面で無意味に人や自分と戦っていたからかもしれません。心が疲れていることを認めてこなかったのはあなた自身です。自分の感情を受け入れていくレッスンをゆっくりとやっていきましょう。あなたの中に起こった感情はマイナスの感情であっても、それを全身で感じて、その感じ方に身を任せましょう。自分の感情を否定しないということです。自分の感情を認めるということです。自分の感情を否定しないからこそ、あなたは楽になるのです。否定しないからこそ、あなたの中に積もっているマイナスの感情が消えていくのです。例えばあなたは気分が沈んで何もしたくない状態の時、頭の中でどんなことをつぶやいていたでしょうか。このままではいけない。あなたがそんな状態になっている時、焦ったり不安になったりしているに違いありません。あなたのそんな感情に気づくことが自分を認めてあげることの一つです。ああ、そうか。私は不安になっているんだ。というように、自分が不安になっていることを言葉で自分に言ってあげることも、自分を認めてあげることの一つです。そして、そうか、私は不安になっているんだ。無理もない。どうしたらいいかわからないんだから、不安になるのは当たり前だ。だから、不安になってもいいんだ。こんな言葉で自分の不安を受け入れることができれば楽になるでしょう。自分を受け入れてこそ、こうしてみようというふうに前向きの気持ちが生まれてくるのです。どうにもならない状態に陥っているとき、おそらくあなたは誰かに癒しを求めていたり、相手にすがろうとしていたのではないでしょうか。自分の感情を受け入れることもなしに。それは無理もありません。いわばあなたは溺れている状態ですから、助けを求めて誰かにしがみつきたくなるのは当然です。ただ、その結果どうなっていきましたか。求めても求めても報われない気持ちに陥って、一層無力感に襲われていったのではないでしょうか。すでにあなたは理解していると思います。あなたが誰かにしがみつこうとしているとき、あなたは自分自身が見えていません。あなたはしがみつくことに一生懸命になっています。反対にしがみつかれる立場になってみるとどうでしょう。相手があなたにしがみつきます。あなたは忘れているかもしれませんが、その感覚はあなたが過去に体験してきたものではないでしょうか。過去を振り返ると、あなたがそうやって誰かにしがみつかれ、苦しんできたのではないでしょうか。その状態であなたは必死に相手に応えようとしてきました。その結果、相手はありがとうと答えてくれましたか。それとも相手はもっともっとと絶えず要求していたでしょうか。このようにしがみつく人としがみつかれる人を眺めてみると、どっちの方になってもプラスの感情が乏しければ満足することはないと確認できたのではないでしょうか。愛は相手が与えてくれるものではなく、自分自身が感じるものということがあなたは分かってきたのではないでしょうか。もちろんそれは相手に求めるなと言っているわけではありません。ある詩人が喜びを人に分けると喜びは2倍になり、苦しみを人に分けると苦しみは半分になると言っているように、相手と喜びも苦しみも分かち合えることが理想です。けれどもそれは自分の感情を認める、これがあってこその話です。相手に自分の欲求を満たしてくれるように望むより、自分を優先して私が私を愛する、このことの方が重要なのではないでしょうか。考えてもみてください。心が疲れているのは誰ですか。あなたですね。肉体で言えばあなたは熱を出しています。高熱が出ているにもかかわらず、学校や仕事に行かなければいけないとあなたは休むことを拒否しています。これを客観的に見たら、自分のやっていることはまるで滑稽な姿に映りませんか。肉体的な病気は形に見えるから休みが必要だと自覚できます。でも精神的な疲れは目に見えず、自覚できないことも少なくありません。しかし、
心の疲れが積もっているとき、肉体的な病気と同じように、十分に休むことが必要なのです。最後に、あなたを救うありがとうのレッスン。こんな女性がいました。私は人と会うとき、自分が申し訳なく思っていることに、ふと気がつきました。なぜかわからないのですが、私のためにわざわざ時間を作ってくれるなんて申し訳ないという気持ちになってくるのです。どうしてこんな気持ちになっていくのでしょうか。それは自分の感情を大事にしていないからです。どうしてですか？自分がそこにいるのが申し訳ない気持ちになるのは感情ではありませんか？確かにそうです。けれども、まさにそれは自分の思考によって作られた感情だと言っていいでしょう。自分の気持ちを大事にするより他人中心になって、人と一緒にいるときは明るく楽しくしていなければならない。こんな風に考えていれば、でも私は人と楽しく話をすることができないと考えて、みんなの邪魔をしているような場の雰囲気を壊してしまうような気持ちになるでしょう。そうやって他人中心の意識にとらわれていけば、こんな自分であってはいけない、こんな自分は嫌だと自分を責めたくなってしまうでしょう。そんな考えを広げていけば、私は生きている価値がないというように、自分が存在することすら申し訳ないという気持ちになっていくのは無理ないことです。こんな時、どうやって自分の感情を解消すればいいのでしょうか。それは自分の今の感情を大事にすればいいのです。例えば友達から電話で誘われました。自分の感情を基準にすると、出かけて行きたいかどうかです。行きたくなかったら、今気分的に沈んでるから一緒にいても元気に振る舞う自信がないんだというように、自分の気持ちをそのまま素直に伝えてみましょう。友達がそれでもいいよと答えれば、あなたの気持ちが変わって行きたくなるかもしれません。そして誘ってくれてありがとうと感謝の言葉を伝えることが重要です。このありがとうは自分に向かって言うような気持ちで心を込めて言いましょう。すると友達だけではなく自分自身も感謝の気持ちに満たされて気持ちよくなるでしょう。そしてその友人と会っているときは一緒に時間を過ごしてくれてありがとう。心から感謝します。このように心の中でつぶやいて、その言葉の響きを実感しましょう。あなたの気持ちが今を感じることができれば、周りのことに気がつきます。今まで見えなかったことにだんだんと気づくようになるでしょう。挨拶してくれてありがとう。優しい言葉をかけてくれてありがとう。助けてくれてありがとう。相手にそう言いながら、自分の言葉が自分の心に温かく響き、癒されていくに違いありません。あなた自身のありがとうの言葉で自分の心を満たすことができたなら、自分の心を救うことができるのです。